はい、こんにちは、しゅうやです。カーコンフィギュレーターチュートリアルパート5はカーペイントの変更機能です。今回はこのようにカーペイントをグラデーションで変えられる機能を追加していきます。では実際にやっていきましょう。まず以前アサインしたカーペイントマテリアルのマスターマテリアルを改造していきます。その前に念のためマスターマテリアルをコピーしておきます。元のマスターマテリアルを分かる場所にコピーしておきます。またこちらのカーペイントチェリーも同じようにコピーしておきます。そしてコピーしたマテリアルに差し替えます。開いてマスターマテリアルの方もコピーしたものに差し替えます。名前で分かりづらかったら名前を変えてしまっても問題ありません。そしてマスターマテリアルを開いてこちらを改造していきます。色を変えるやり方としては単純で、こちらのラープノードを使用します。ラープノードは L を押しながら左クリックで出すことができます。このラープノードはアルファが0の時に A の値を使い、アルファが1の時に B の値を使うというものです。例えば A を黒、B を白としておきます。現在アルファが0なので A の黒を使っています。1に変えると B の白を使っています。0.5 だと中間の色を使います。まずこちらのベースカラーだけ変わるようにしていきます。一つ目をベースカラー A としておきます。もう一つ複製して、こちらをベースカラー B としておきます。そしてこのようにつなぎます。ちなみにコントロールを押しながらドラッグでこういった操作ができます。B は適当に青のような色にしておきましょう。次にマテリアルパラメータコレクションを作成します。これが何かは後ほど説明します。マテリアルズ&テクスチャーズのマテリアルパラメータコレクションを作成します。MPC カーペイントとしました。こちらを開いて、スカラーパラメーターズのプラスから一つ追加して、こちらをタイムとしておきます。セーブします。MPC カーペイントをドラッグして、マスターマテリアルに持っていきます。こちらをタイムとして、アルファにつなぎます。アプライをして、セーブしておきます。この時点で MPC カーペイントのタイムを変えてみます。色が変わるのがわかるかと思います。0の時はこちらの A の色、マテリアルインスタンスにしているのでこちらの色ですね。こちらの A の色を使用しています。そして1の時はこちらの B の色を使用しています。このようにマテリアルパラメータコレクションはマテリアルの外部から動的にマテリアル内の値を変えることができます。他にもメリットがありますが、また後ほど紹介します。実際この部分でマテリアルパラメータコレクションを使わなくても良いのですが、紹介という意味でも使用しています。
BP カーの中にその処理を加えていきます。まず、タイムラインを追加します。ダブルクリックで開きます。こちらの Add Float トラックからトラックを1つ追加して、シフトクリックでキーを追加することができます。これをタイム0、バリュー0にしておきます。もう一つ追加して、こちらはタイムを3、バリューを1にします。そしてこちらのレングスも3にしておきます。これで3秒間で0から1に変化する値を作ることができました。セットスカラーパラメータバリューを追加します。コレクションを MPC カーペイントにして、こちらをタイムにします。一旦キーボードの Z が押されたら色が変わるようにします。こちらのキーボードイベントの Z を選択してつなぎます。全体の流れとしては、キーボードの Z が押されたらタイムラインノードが走り、3秒間でこちらのタイムの値が0から1に変化するという内容です。タイムの値が0から1に変化するので、要するにこちらの α の値が0から1に変化するのと同じです。BP カーを選択して、こちらのオートレシーブインプットをプレイヤー0にしておきます。こうすることでキーボードのイベントが使えるようになります。コンパイルしてセーブをしておきます。では実際にプレイしてみます。プレイする前にこちらのタイムを0にしておきます。キーボードの Z を押すことで色が変わることができました。ただこれだと1回しか変更できないので、繰り返し複数の色に変えられるようにしていきます。まず全体の流れを説明してから処理を組んでいきます。今の状態としましては、赤色の A と青色の B があります。そして Z が押されることで、この A がタイムが0から1になることによって B の青色になっています。これを繰り返し変化できるようにしていきます。タイムが0から1になって A の色から B の色になった瞬間に、今度はA の色を B と同じにしておきます。そしてタイムを0に戻します。そして A が表示されている状態にします。例えば A の赤から B の色に変更するとしますと、3秒間で A の赤から B の青に変わります。そして完全に青になった瞬間に A を B と同じ色にしてタイムを0にして A が表示されている状態になります。この繰り返しで AB、AB と色を変えていきます。ただ現状だと B が青と決まってしまっていて、他の色に変更できないので、他の色に変更したい場合はどうするかということについて考えていきます。現状だと Z が押されることでタイムラインノードが走り A から B に変化しています。このタイムラインノードが走る前に B はこの色ですよというのを決めてしまいます。例えば B はイエローとします。この B イコールイエローと決めた後にタイムラインノードが走り赤色の A から黄色の B に変化します。そして
A と B を同じ色にして、タイムを0にすることにより、黄色の A が表示されている状態になります。これの繰り返しです。例えば次に別の色にしたいとしましょう。別の色を設定する X が押されたとします。そしたら、例えば B イコール X の時はグリーンにします。そしてタイムラインノードが走り、黄色の A から緑の B になります。そして A と B を同じにしてタイムを0にして緑の A が表示されている状態になります。この繰り返しです。それでは実際にこの処理を組んでみます。組んでみてもわからない場合はコメントいただければと思います。はい。もう一度 MPC カーペイントを開いて Vector Parameters のプラスを押して一つ追加します。名前をベースカラー A としておきます。そしてアサインしているカーペイントチェリーを開いてベースカラー A をコピーします。そしてこちらにペーストします。もう一つ作って、こちらはベースカラー B とします。セーブしておきます。カーペイントマスターに戻って、タイムをコントロール W で複製します。そしてこちらをベースカラー A にします。こちらのベースカラー A と差し替えるのですが、ちょっと細かいことは省きますが、フロート4とフロート3で異なってしまうため、コンポーネントマスクを追加して、RGB にチェックを入れます。そしてこちらのベースカラーと差し替えます。同じように複製して、こちらはベースカラー B として、こちらの B につなぎ直します。アプライしてセーブしておきます。次に、ブループリンツからストラクチャーを作成します。str カーペイントとします。そしてこちらのブーリアンをリニアカラーにします。名前はベースカラーにします。セーブしておきます。BP カーに戻って変数を一つ作成します。バリアブルタイプを先ほど作った str カーペイントにします。ストラクチャーを使うことでこのような変数を作ることができます。なので、これを色のバリエーション分作って、色のプリセットのように使います。最初は、MPC カーペイントの A の色をコピーしてきて、ペーストします。なので、こちらをカーペイントレッドとします。複製して今度はカーペイントブルーを作ります。ブルーはこちらのカーペイントダークブルーの色をコピーしていきます。次にカーペイントシルバーを作ります。シルバーはこちらのカーペイントシルバーをコピーします。これで3つの色のプリセットを作ることができました。そしてこの作った色たちを先ほどのこちらの B にセットする処理を作っていきます。まず一つの色をゲットしてブレイクを一つ作ります。そしてセットベクターパラメータバリューを一つ作り MPC カーペイント
そしてベースカラー B を選択します。こちらにつなぎます。そして Z とタイムラインの間に入れます。他の色でもこの処理を使い回したいので2つ選択して、こちらからマクロ化します。MCR チェンジングペイントとしておきます。中身はこのようになっています。他の処理も作っていきます。今度はキーボードの X のイベントを準備します。ブルーをゲットして、こちらをコピーしてつなぎます。今度はキーボードのC にします。これはどのキーボードでも大丈夫です。シルバーをゲットして、複製して同じようにつなぎます。このように何個も色を追加することができます。次に色が変化した後に A の色を B にする処理とタイムを0にする処理を追加していきます。GetVector パラメータバリューを追加してカーペイント、ベースカラー B を選択してベースカラー B の値をゲットします。次に setVector パラメータバリューを追加してゲットしたベースカラー B の色をベースカラー A に入れます。そしてタイムラインが終わった後にこの処理を走らせたいので、フィニッシュからつなぎます。そして最後にこちらのノードをコピーして、このようにつなぎます。タイムをここで0にしています。これでコンパイルしてプレイしてみます。キーボードの X で青色に、キーボードの C でシルバーに、キーボードの Z で赤に変化させることができました。最後にこういった他のパラメータもベースカラーと同じように変化するようにしていきます。何個かピックアップして変化できるようにします。やることとしては、こちらのベースカラーでやったことと同じなので、一旦すべて処理を組んでからどういう結果になったかをお見せします。はい、すべての処理を追加し終わりました。まず最初に str カーペイントから見ていきます。最終的に8個のパラメータを追加しました。MPC カーペイントもこちらで追加したパラメータと同じ分だけ A と B を追加しています。ただ A の値は初期のカーペイントのパラメータの値を入れておきます。初期のカーペイントはこちらのカーペイントチェリーを元にしているので、こちらの値をコピーしてすべてこちらの A に入れています。マテリアルに関してもベースカラーの AB、フレークティント A、フレークティント B、フレークティントウェイト、フレークラフです。フレークオリエンテーション、フレークデンシティ、バインダーオパシティ。すべてこちらの MPC カーペイントのタイムからそれぞれのラープのアルファにつないでいます。PP カーの内容に関してもまずマクロから見ていきます。
ストラクチャーで変数を追加したので、こちらのブレイクにも変数が増えています。ベースからの時と同じように他のパラメータも b に値をセットしています。こちらも同じで b の値をゲットして a にセットしています。そして最後にタイムを0にしています。またこちらのプリセットの方もチェリーのパラメータをこちらにコピーしています。ブルーに関してはこちらのカーペイントダークブルーからコピーしています。シルバーの値はこちらのカーペイントシルバーからコピーしてきています。では最後にプレイして見てみます。動画で最初お見せした時と同じような質感になりました。今回はこれで以上となります。次回はライトのオンオフの機能とドアの開閉の機能を追加していきます。わからない部分や質問がありましたらコメントいただければと思います。コメントで答える場合もありますが、詳しく説明した方がいいことや補足した方がいいことは追加の動画またはブログに記載していきます。ブログの URL は概要欄をご覧ください。動画が参考になりましたら高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。